皆さんこんにちは、かなもです。今回はこの自分的には結構気に入っている、だいぶ前にアリーで買ったフレームワークのクリアスタンプを使って、いつもアイコンになっているこの猫のイラストを自分で描いたものなんですけど、これを肖像画っぽくここに貼り付けようかなという目論見です。事前に自分でプリントして切り抜いておきました。そこもね、入れちゃうとすごく長くなってしまうので、そこは省略させていただいてます。はい、クリアスタンプを押す道具はふりかけクラフトさんの動画を見て作りました。はい、まずこのフレームワークのかなり濃い茶色なんですけど、バーサファインクレアのフォーリンリーブスを使って押しました。どっちの紙を使おうか迷っていたので2つとも押してます。で、もう1個の方が緑色なんですけど、バーサファインクレアのレインフォレストっていう色を使っております。赤と緑がテーマにしてるのに、まだ緑があんまり登場してなかったのでどうかなと思ってたので、緑でも押してちょっと試してみようかなと思ってます。結構ね、優柔不断なのでちょっと合わせてみないと分かんないなみたいなところがまだまだなかなかね、想像では決めかねてますね。で、この背景に使う色が同じくバーサファインクレアのシェイディレインですね。最近購入したばっかりで、これなかなかいい色ですね。ちょっとさっきのグリーンのレインフォレストよりも黄色みが強いグリーンで割と好きですね。まあどっちも好きですけど、色の違いちょっと動画じゃわかるかなって感じですが、はい。で、レインフォレストの方をまずは切り抜いております。で、中をこのデザインカッターで切り抜こうかなと思ってやっております。結構力使いますよね。はい。で、最近嬉しいことにコメントを少しずつですがいただけて、すごく嬉しく思っております。で、そのコメントの中にアイコンの猫ちゃんかわいいですねっていうコメントいただいて、気づいてくれたんだなと思って、すごく嬉しかったです。ありがとうございました。このアイコンの猫、もともと私コラージュしだしたのはそんなに前からじゃなくて、結構まだ全然初心者なんですけど、絵描くのも好きなので、コラージュに使えるものを自分でなんか描いて素材にしたいなと思って書き出したんですよね。で、 YouTube もやりたいなと思ってたので、せっかくだからこれ少し動かしてアニメーションにしよっかなとか思って、最後のエンディングの自分でアニメーションやってみたやつなんですけど、それに使ってコラージュに使うの忘れていまして、これからもたまにコラージュの素材としても登場するかもしれません。はい、で、このブラシでこの切り口の白い部分塗ってるんですけど、ちょっとね、途中からやりにくくなってきて、私結構このブラシ買う前、このお化粧品の方のパフを使って塗ってたんですけど、こっちの方がこのパフの方が
紙との密着感、触れてる感があってちょっと塗りやすかったです。背景になるところも色模様の砂色で少しヴィンテージっぽくしてます。ちょっと合わせてどうかなってやってますね。ちょっとここで厚みが欲しくなってきてますね。ちょっと立体感ある方がいいかなってなってきて、ほぼこのフォーリンリーブスの色に決定して同じ色を重ねてます。でちょっとこの外貼り付けた後に爪でしごいてバリっていうんですかね、滑らかに角を取ってます。切り口の角がある部分とかを爪でゴシゴシして滑らかにしておりますね。そうすることによってちょっともう少し厚みも心なしか出るような感じがしております。でこの外側の部分を同じフォーリンリーブスで色をつけてます。こんな感じで綿棒で結構このバーサファインクレア大きいので版がそのままつけるの勇気がいて綿棒につけてからつけてます。割とそれでも色つきましたね。はい。でこの枠もちょっと立体につけたくなってきまして一旦仮でマスキングテープ丸めてつけてみようかなっていう風にしてます。本当ちょっとビビリなところがあって直接つけるよりまず一回このマステでくるんってさせて一回様子見がやってしまいますね。こういうのねやってるからちょっと時間かかっちゃったりして容量悪くなってるんですけど、もう一旦ちょっとね仮止めというかやってみたくて、なんか色模様が油性のインクだからもあるのか、なんかあんまりねくっつきがマスキングテープくるんってして貼り付けてもあんまりくっつきが良くなくって結局あんまくっついてないんですよね。この枠に合わせて今背景になる部分をカットしてます。で今度猫を仮止めして場所を決めてってやってますね。なんかフレーム枠に入ってたりすると可愛く見えますよね。なんかもうフレームワークとか好きですね。このフレームワークも結構大きめ、持ってる中では結構大きめなのでいろいろ入れられそうかなっていう風に思ってます。はい。でここでやっとクッションの両面テープが、これはダイソーで買ったやつかな。これ黒いんですよね、両面テープが。今回フレーム黒めなのでまあいいかなって感じなんですけど、こんな感じです。クッションの両面テープを貼り付けてます。なんかね立体的になるのってなんかいいですよね好みがあるかもしれませんが、なんかね立体的にしたくなってきちゃいました。まあちょっとなんですけどね。このクッションの両面テープ白いやつ持ってなくて、それコラージュ用のとか売ってますよね。
それもいつか手に入れたいですね。でここでだんだんちょっと暗くなってきてしまって見にくくなってきてるんですけど、一応動画内では明るく修正してるんですが、でこんな感じですね。切り抜いたとこなんか背景ない透けてるのも可愛いんですけど、ちょっとこの迷ってるところですね。ちょっと暗くなってしまったので日を改めて撮り直しております。これは2日後ですね。こんな感じに貼り付けました。肖像画っぽくなったでしょうか。で暗い中、結構暗い中作業してたので、ちょっと切り口まだ白いところこうやって見たらあるなと思って、やっぱり明るいところでね作業しないと見えてないところもあるんだなと思いました。まあでも可愛くできたかなって思います。明るい方が背景に使ってるこの緑色のシェイディレインの色も分かりやすいですね。結構いい色してます。はい。でこの立体的に途中からしたいなって思ったので、この猫は下はついてるんですけど、下はくっついてるんですけど、上はクッションの両面テープつけてはいるんですけど、剥離紙は剥がさないでそのままクッションとして使ってくっついてないようにしてます。その方がもうちょっとね、なんか立体的に見えるかな。閉じたり開いたりしてる時も少し浮くかなっていう風に思ってくっつけないでみました。はい。で次はここの中のページを何かしていこうかなというふうに思っております。肖像画っぽいモチーフ作ってみました。いかがでしたでしょうか。皆さんはどんなモチーフが好きなのかな。私は結構フレームワーク好きなので、なんかいろいろ使ってみたいなって思うんですけど、まだまだ初心者なのでちょっとずつ勉強して使っていきたいなと思います。はい。ではいかがでしたでしょう。今回はこういう感じでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。